こんにちは、東です。まずはこれを見てください。こんな時、何と言えばいいですか？答えの例です。田中さんは学生ですか？どうですか？あなたは学生ですかと言いませんでしたか？普通はあなたではなく田中さんと名前で呼んだ方が自然です。日本語では You にあたる言葉がたくさんありますが、基本的には名前さんが一番よく使われていて、丁寧な言葉です。今日はその他のいろいろな You にあたる言葉の使い方について説明します。まず、英語の You を日本語にするともちろんあなたなんですが、日本人は会話であまりあなたを使いません。あなたを使う場面はかなり少ないです。例えば、ドラマなどを見ていると、奥さんがご主人にあなたという場面があります。このあなたは、夫に対して親しみを込めて呼ぶ場合に使われますが、今の若い世代ではあまり使われなくなっています。年配の夫婦では使われることもあります。また、あなたはフォーマルな言葉ではあるんですが、会話で使うと少し怒っているように聞こえたり、冷たい印象を相手に与えることがあります。それに、目上の人に対しては失礼になるので使えません。次に、君です。これは目下の人を呼ぶときに使われることが多いです。先輩や上司が後輩、部下を呼ぶときに使われることがあります。少し上から目線の印象なので、同じレベルの人、目上の人には使えません。ドラマやアニメなどで恋人に君と呼びかける場面もありますが、実際の会話ではあまり一般的ではありません。次はお前です。まず、これは丁寧な言い方じゃないです。とてもカジュアルで乱暴な印象のある言い方です。親しい男性同士の友達の間などで使われることがあります。また、目上の人が目下の人に使う場合もありますが、これも遠慮がない乱暴な言い方に聞こえます。友達や目下の人に使う場合でも、とても親しい関係じゃないと失礼になるので注意が必要です。そして、あんたです。これはあなたの砕けた言い方です。少し年配の女性が使うイメージがあります。これも丁寧な言い方ではなく、親しい友達や家族、目下の人に使うことがあります。親しくない関係の人に使うと失礼になります。次は名前に言葉を加える場合です。まず一番一般的で丁寧で使いやすいのは名前さんです。まだそれほど親しくない知り合い、初対面の人、ビジネスの場面でも使えるので、基本的には You と言いたいときは名前さんを使いましょう。名前をそのまま呼ぶ場合もあります。これを呼び捨てと言って、例えば鈴木太郎という名前の人をそのまま鈴木や太郎と呼びます。これは丁寧ではなく、親しい友達や目下の人、自分の子供、弟、妹に使います。あまり親しくない人や目上の人には失礼になります。目上の人じゃなくてもかなり親しくなってから使うようにしてください。他によく使うのは名前くんです。くんは男性に使うことが多いです。
学生の時など、まだあまり親しくない友達や後輩を呼ぶ時にくんをつけることがあります。先輩の男の子を呼ぶ時にも使います。でも、大学生や社会人になると、くんではなく、さんを使う方が普通です。また、会社の後輩や部下の男性に対しても使われます。あまり一般的ではありませんが、女性にも使われることがあります。名前、ちゃんもよく使われています。ちゃんは女の子に使われることが多いです。小さい子供だったら男の子に使われることもあります。大人になっても女性に対して名前、ちゃんと呼ぶこともあります。最後に名前、様ですが、これはとても丁寧な言葉で、日常会話ではあまり使われません。会話で使われるのは、お店や病院、電話などでお客さんや患者さんを呼ぶときです。フォーマルな書類、ビジネスメールなどの書き言葉ではよく使われます。ビジネスの場面では役職をつけて呼ぶ場合もあります。例えば、田中社長や教師や医者に対して田中先生という呼び方です。これは丁寧な呼び方です。どうでしたか？ You を意味する言葉は他にもありますが、今日はよく使う言葉について説明しました。基本的には親しくなるまではどんな人に対してもまずは名前、さんで呼ぶことをお勧めします。今日の動画はここまでです。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。